こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず、市場に影響ありそうなところでは、マントゴックスの債券者分配が2025年10月31日まで延期となっています。マントゴックスはですね、債権者への返済は合理的に実行可能な範囲で行うことが望ましいため、裁判所の許可を得て返済期限を2025年10月31日に変更したと声明を出しています。もともとは今月末予定で売り集め警戒されてましたけども、また来年に延期となってますね。やはり反撃サイクルを考慮しての動きなんですかね。あと昨日の米国の ETF のフローは全体でプラス2.5億ドルの純流入を記録しています。フィデリティ、アークからの1億ドル規模の流入が見られますが、ブラックロックはゼロとなってますね。ただ先週のマイナスから一変して週間でもプラス3.5億ドルの流入となっています。ただイーサはほとんど動きなく、全体ではプラマイゼロ、香港も祝日でビットコイン、イーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在62,700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 PPI9 月、米ミシガン大学消費者信頼感指数10月の速報値などがありました。米 PPI の前年比が総合化ともに前回の数値が 0.2% アップの改定となりまして、総合の前月比は 0.0% と前回予想を下回る結果となっています。そして米ミシガン大学消費者信頼感指数も前回予想を下回る結果となっています。これらの発表以降ですね、米ドル、米金利も一時的に下落してるんですけども、その後また上向いている状態ですね。米株各指数、ビットコインも上向きになっています。指標結果がそれほどインパクトなく、今週の連日の需要指標から解放されて、本日の中国の財政会見の期待から一時的に強気になったのかなと個人的には思います。で、本日日本時間午前11時あたりからですね、中国の財相の会見が行われまして、中国の景気刺激策、財政出動の規模が発表されるんじゃないかと期待されてましたけども、結果としては財政出動の規模には言及せずですね、期待されていた具体的な景気刺激策も示されなかったと。一部ではですね、週明けにこの失望売りがあるんじゃないかという見解もありますね。米国債金利は 4.104 を推移しておりまして、ナスダックが2271、S&P500 が5812、ダウ平均が42,863、金ゴールドが2657ドル、日経平均が39,605円、ドル円が 149.08 円となっています。個別株の方では、マイクロストラテジーのマイケル・セーラー氏が評価額1兆ドルを目指すと発言したことが話題になっています。マイケル・セーラー氏の発言を一部抜粋するとですね、債券を利用すれば1000億ドルから1500億ドルのビットコインを保有することができますと、そして3000から3000億ドル相当の会社を作ることができます。ビットコインを買い続け、ビットコインが 1BTC あたり数百万ドルになったとき、企業価値は1兆ドルになると語っています。市場全体の上昇で仮想通貨関連株も軒並み上がってますけども、中でもマイクロストラテジーはプラス 15.95% と、さらに強くなってますね。直近4月の高値を更新してます。AT 値は2000年の330ドルなんで、カップを形成中ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 5.78%、額としては349億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.5%、バイナスミはロングが 53.7% と上入りになっています。今後の指標としては、本日10月12日にロシアの CPI、10月13日に中国の PPI、CPI、10月14日に中国の貿易収支、インド CPI などが控えております。他アナリストの見解ではですね、6万ドル以上を維持することができれば、さらに上への期待ができるとか、あとは中国の景気刺激策で大きく動くとか、あとは M2 マネーサプライが伸び続けてるんで、相関のあるビットコインも上昇余地があるとか、先日取り上げたものと重複してますけども、コインベース、ビットフィネックス、QCP キャピタルらの見解が注目されてますね。昨日はですね、その指標後、上向くんじゃないかと、個人的な見解を述べましたけども、特にイレギュラーもなく、そのような展開となっています。米市場がここから3連休に入りますし、需要指標も17日の米小売まで特にないです。仮想通貨市場ではマートゴックスの債券者分配も延期となっているんで、来週入るまでに6万4000の抵抗を抜けたいところですけども、先ほどの中国方面の失望売りと中東情勢懸念が気になるところですね。チャートだけ見たら上は6万4000を超えられるかどうか、下は6万ドルで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2440ドル、BTC 建ては 0.0389 と、
先物の方では OI は全体でマイナス 1.31%、額としては115億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.4%、マイナスミはロングが 70.6% と下寄りになっています。ビットコインが OI 増加傾向の中ですね、イーサは OI も BTC 建てもついてこれてない状態です。ETF の流入がそのまま反映されているような感じになってますね。市場全体にそういつつも、特にファンダもなくですね、相対的に弱くなってるんで、何かあった時に下へ行きやすそうではあります。チャートだけ見たら、ドル建てではまずは2700を超えられるかどうか、下は右肩上がりでそこになってる2300あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。リップルの共同創業者クリス・ラーセン氏がハリス氏を支持する PAC に100万ドル相当の XRP を寄付したのが話題になっています。ハリス GA に仮想通貨が寄付されたのはこれが初めてということで注目されてますね。一方トランプ GA はワールドリバティフィナンシャルのトークンを10月15日に一般販売予定となっています。3億ドル調達を目指すと宣言されてましたけども、どの程度集まるのか注目ですね。そして大統領選の賭け市場では昨日から若干差が縮まってますけども、依然トランプ氏リードとなってます。果たしてこの通りの結果となるんでしょうかね。あと他では取引所のビットノミアルが XRP 先物を規制しようとする SEC を提訴したこと、ナイジェリアで拘束されているバイナンス幹部ガンバリアンの釈放が拒否されたこと、1.5 億ドル相当の仮想通貨詐欺容疑で逮捕・起訴された USI テックの自社が逃亡したことなどが話題になっています。ビットノミアルの件はですね、先物契約は CFTC 管轄なはずなのに、そこにさらに SEC が証券法で規制しようとするのはおかしいと訴えています。いつもの管轄権の問題ですね。あとガンバリアンの件はマラリアや肺炎など、健康上を理由に保釈が要請されてたんですけども、裁判所によって拒否されたと。あと USI テックに関しては2017年に高いリターンが期待できるとしてマイニング事業や自社製品を売り込んで1.5 億ドル相当のビットコインとイーサを投資家から募ってた企業とされてまして、その後詐欺容疑で自社が起訴逮捕されてるんですけども、保釈中に足首につけられてた監視をブレスレット外して逃亡したとされてます。見た感じ結構年配のような気もするんですけど、まだまだ元気みたいですね。あとここからアルト関連になります。アーカムが取引所を立ち上げるんじゃないかという噂が出てます。アーカムは事業をロンドンとニューヨークからドミニカ共和国に移転してライセンス取得の手続きを進めているとされています。私もアーカムよく使ってますけども、オンチェーンプラットフォームとしてすでに需要のあるアーカムが取引所を開設すると顧客がついてトップ争いに入ってくるんじゃないかとも見込まれてますね。この報道からアーカムのトークンも上昇しています。アーカムの価格は現在 1.52 ドル、BTC 建ては 11.2%、時価総額は172ですね。ATH は今年3月の4ドルですけども、今後の進捗に注目ですね。あとはブラストチェーン上のイーサステーブル、フューラップドデューイーサを3500万ドル相当保有していたクジラがフィッシングに引っかかって資金流出してしまったのが話題になっています。で、このフューラップドデュオイーサはですね、犯人が売りさばいたことで暴落してまして、2000ドル推移してたのが一時100ドルあたりまで暴落してます。現在は1000ドル回帰となってますけども、こちらも復帰できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連ではレスチェーン上に構築された L2 オデッセイをリリースしたイサカがパラダイムから2000万ドル相当の出資を受けたこと、カラテコンバットがフェデラチェーン上で L2 アップをリリースしたことなどが話題になっています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。